エルデンリングを完全制覇する、これをコンセプトに今回はこれら全ての項目達成を目指します。皆さんこんにちは、しんろです。というわけでいろいろダーッと書いておりますが、一個一個見ていきましょう。まずは全てのトロフィーのコンプリート。これら全てのトロフィーを収集して最終的にプラチナトロフィーエルデンリングの獲得を目指します。次に全てのアイテムのコンプリート。全武器、全防具、全魔術、祈祷にジェスチャーなど周回時に引きつける全アイテムを収集します。そして全 NPC イベントのコンプリート。独自に作った攻略フローチャートに沿って全ての NPC イベントを完遂します。次に全エネミーの撃破、全てのボスとダンジョンを攻略していきます。その上でエルデンリングでメジャーな全てのビルドを試してそのバリエーションも楽しみます。妥協しないやり込みプレイ。今回攻略する上でレベルなど一切縛らずガンガンやり込んで攻略を限りなく楽にしていきます。他にも面白系の縛りやネタプレイなどもやっていきたいですね。そしてエルデンリングの世界観解説。やり込みプレイだけでなくゲーム内のテキストやオブジェクトを可能な限り拾って世界観への理解を底上げするような動画にしたいと思っています。参考資料としてこれら全てを読破しています。ちなみに歴代ソウルズボーンシリーズも全てクリア済みです。最後に DLC フィールド影の地の完全制覇。これまでに挙げたトロフィー以外の全ての項目をダウンロードコンテンツ影の地でも達成します。はい、というわけでそろそろ本編始まりますね。皆様どうぞよろしくお願いいたします。Greetings, traveler from beyond the fog. I am Melina. さあ始まりますね。ここからの長い旅路が。よろしくなメリメリ。I offer you an accord. というわけで始まりました。完全制覇するエルデンリング。冒頭で企画説明していると思いますが、お察しの通り相当長い動画シリーズになる予定です。エルデンリングの世界にどっぷり浸かりたいけど自分でプレイするのはちとしんどい、そういう方が満足できるようなじっくり時間をかけた周回にしようと思っております。というわけでここからワクワクの攻略が始まるわけですが、まず絶対に一番最初にやらなければならないことがあります。それはルーンを木箱にしまう。今回素性はスカンピン、そして形見は狭間の地のルーンでやってます。でこの狭間の地のルーン、実は形見でもらう以外の入手方法がないんですよね。なのでもしここで間違って砕きでもしたら即再送案件なので、間違う前に大切に木箱にしまっておきましょう。それで普通ならこっから先の城に向かっていくのが定石ですが、今このタイミングでしかやれないイベントがあるんで、こっちの方に行きましょうね。ここではしばらく待つと、追加でもう一個ね独り言があります。とりあえず話を聞くとこの先の呼び水村に、怪しいねボスがいるということなので、そいつ倒しに行きましょう。お、いたいたやつだ。ティビアの呼び船、呼び水村のボス、スケルトンの召喚、そしてワープといった序盤にしてはかなりトリッキーな行動をするボスですが、落ち着いて対処すればレベル上げせずとも難なく倒せるボスになっています。攻撃パターンは船叩きつけ、水しぶき巻き、噴水落下。特に噴水落下は周りの骸骨にも当たるので巻き込めるとベターですね。打撃属性と生属性に弱く、腐敗以外の状態異常が効かないという死者に共通する特徴を持っていますが、死者への特攻は効かないというのは興味深い点ですね。こいつ自体は死に生きるものではないということか。でここでアイテム入手、シノネとあともう位牌が手に入りますね。地図に赤い印をね書き込んでくれるので、その場所にある転送門、ここにね早速向かってみましょう。出たこのね転送門。この転送門に入る瞬間がね
一番エルデンリングでワクワクする瞬間ですよね。はい、というわけでやってきましたグレイオールの竜塚。ここは一体どこなりと。後ろを見るとこれ初見で見た時相当ビビったよね。そんで、初っ端からねいきなり D のイベントを進めてここに来たのにはね意味があって、この祝福で休んでみると、はい、なんとメリナさんがね再び来てくれて、というわけで円卓に行けるんですね。円卓に行く条件もねあるんですが、今回はちょっとレアな方法としてリムグレイブの外で、祝福に触れるということを使ってみました。それではね早速円卓向かってみましょう。はい、というわけで円卓到達。まあいつもの拠点ですよね、ソウルシリーズでいう。まずはここに来て NPC と話してフラグを立てておきましょう。 You've met Garank, I take. You must be new here. Oh, I see you've just arrived. You're a new face. You are very warm. Oh, this is a rare occasion. お、なんだ、やんのかやんのかやんのか。はい、というわけで円卓にいる全 NPC との会話がね一旦終了したので、ここからでね一丁今回の動画で蹂躙する相手をね、相手のデミゴットをちょっと顔をね拝みに行きましょう。あなたは次回いろいろね紹介します。さあじゃあ行きましょうかね。おお、テーマパークに来たみたいだぜ。テンション上がるな。In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition.はい、というわけで今回のターゲットであるイミオニ・マルギットさんの登場でございます。まあね、私ぐらいの古参のエルデンリングプレイヤーになるとね軽くこいつぐらいねひねってしまえるわけですが、まあ軽く相手していきますか。再走です。まずい。マルギットさん強すぎるね。ぐはー無念。祝初めての死亡というわけでね、今ここでねマルギットさんを倒してしまうと今回のね動画の目的自体がね、消えてしまうのでちょっとね茶番をしたわけですが、ここからは今回の動画シリーズの目的であるデミゴットの完全破壊をねするためにいろいろとね準備する段階に入りたいと思います。では探索パートレッツゴー。And off you trotted to the round. This way, Tarnished. I was entrusted this for thee by Torrent's former master. 重要アイテム霊呼びの鈴とはぐれ狼の位牌ゲット。また会う日まで。カーレからここで買いたいのはツールカバンと、あとはひびつぼ、そして、あとは遠眼鏡だな。遠眼鏡も念のため買っておきましょう。ここにあるのは砥石の小刀と、あとは戦灰乱脚ですね。今回ねいろんな戦技このエルデンリングにあるんでね、それらもねまあ余すとこなく見せていけたらいいなと思っております。はい、というわけでこの2つゲットですね。はい、あんたはまた次回以降やります。次は呼び水村にもう一度行きましょう。今回使うんでトリーナの水蓮、まずは読み水村で3つ拾います。で近くでさらに3個。この呼び水村に生えている謎のオブジェクトのこの目ね、これかなりね重要な意味をね持っているんで、まあ、次回詳しくね解説できると思うんですが、
まあ、覚えておくと良いでしょう。でここで拾えるのがこいつ、ファリスの聖宝書。霊薬の聖杯瓶ゲットですね。キノコノコノコ、これも後で使います。ついでに割れしずくも2個ゲッチュ。おはようございます。寝起きドッキリの時間となっております。さあ、鬼の犬マリットが起きてるというわけで、リムグレイブでのアイテム収集は終わったので、こっからはケイリット、こっちの方のマップでやることがあるんでね、いくつかやっていきましょう。おー、元気にやっとるか。というわけでやってまいりました、祝福ファロストリで、ここを今回のキャンプ地とする。じゃあもう少し奥の方行ってみましょう。ここでゲットできるのが模食の胆石ですね。はい、レベル9。落ちろ。落ちたな。なかなかおしゃれな仮面かぶってるね。この人から買いたいのはこのスパイクセスタス。今回はかなりこいつをね使います。まあボス攻略に使うわけじゃないんですが、とある目的のためにね使います。敵局には出血の効果がある。このね出血がポイントなんですよね。ただここでソウルが足りないので、さっきね墓地で拾ったこのルーン、これをねついでに使えばなんとぴったり4000ルーンいけるんですね。これもチャート通りと購入。戻ってまいりました。グレイオールの竜塚。というわけでここからねマラソンをしたいと思います。さっき買ったこのスパイクセスタス、こいつについている出血効果で、まあね、ご存知の方も多いと思われるグレイオールマラソンですね。手順としては超簡単で、このスパイクセスタスを使ってとにかく殴る、拳で殴る。するとこうしてね、このセスタスについている出血効果で一気に、体力をね削ることができるんですよね。一つ一つの拳の威力はねかなり低いんだが、出血効果によって割合ダメージが入る、そういう寸法ですね。感謝の聖剣好きが終わったら、はい、体力が減ったらこうして即座に霊馬に乗って祝福に戻る。ほぼ最速、いや、23回殴る猶予はあるんだが、こうして戻るとね、なんと、はい、倒したはずのグレイオールが再び復活している。もともとこのグレイオールは一度倒すとねリポップしないタイプの、エネミーなんですが、これをね、倒した後即座に祝福に戻ることによって再復活させることができるんですね。そうするとこのグレイオールを倒した5万ルーン、これをね無限に入手することができるというわけで、このグレイオールマラソンによって今から、はい、レベルを上げます。レベル上げ、どんぐらいレベルを上げるかというと、とりあえずね1億ルーンはまず貯めたいと思っているんですが、まずはやってみてのお楽しみということで、それじゃあ早速やっていきますか。1億ルーンどれぐらい時間かかるかわかんないけど、それじゃあレベル上げパート数ヶ月後にまたお会いしましょう。これでついに到達。1億ルーンきたー。いや長かった。時間は135時間半と、グレイオール1体で5万ルーン、もらえるんで1億ルーンってことはね、このグレイオール2000体のグレイオールの魂を生贄に1億ルーンを召喚と、マラソンの成果としてはこの変色した落葉花
レイはトレンドでね、往復するときに拾えるんで、これもついでにカンストしますと。いや、壮観だね。1億。でもね、この所持ルーン1億のさらにね、その先にね、10億まで貯めれるっていうのがね、ちょっとエルデンリング怖いとこだよね。エルデ怖いよ。ということで、こっからね、レベルを上げて、早速、例のね、マルギットさんのところに行きたいと。じゃあ早速レベル上げしていきましょう。さあ、うおー筋力、ここでストップですね。というわけで、レベル1億ルーンで到達できるのはレベル328というわけでね、早速こうしてレベル上げしたいところなんですが、ただね、まだまだ上げられますね。まだね、ちょっと時間もね、あるんでね、DLC までね、まだまだちょっとね、やれることあるんで、もうちょいね、ちょっと、ルーン集めてね、レベル上げ、さらにこの先のね世界を見たいと思います。それじゃあ追加のレベル上げパート行ってみましょう。これで終わったー。皆様お久しぶりです。というわけで、グレイオールマラソン1億5000万ルーマで貯めることができました。疲れました。経過時間は200時間。ひたすら拳を振り続けて200時間。数字的に見てみると、まず勝ったグレイオールは3000体ですね。1体狩るのに約220回ほどね、聖剣好きが必要で、それをだいたい1日50体ずつ狩ってたので、平均して1日1万回聖剣好きしてた感じですね。もちろん休みの日はね、多めに買ったりとか、あと休憩とかね、放置したり時間もあったんで、ばらつきはありますけど、だいたい1日3、4時間ぐらいやってましたね。ただだんだんとね、最終的には挑る時間がね、増えて、エルデンリングの物語、進行状況 0% で、このルーン量。いや、これはね、ワクワクが止まらないね。はい、というわけで、お楽しみのレベル上げタイムだ。いろいろとどれぐらいね、レベルを上げたらいいかについてはね、事前にいろいろ調べておいたので、とりあえずこの値がね、ベストだと思っています。途中からレベルのね、振り直しはできるようになるんでね、序盤はこれでいきます。というわけで、200時間の1億5000万ルーン、レベル上げ、よろしくお願いしまーす。気持ちいい、超気持ちいい。いや、エルデンリングでこんなレベル上げをする日が来るとは思わなかったね。ただこれにてレベル上げ編終了です。お疲れ様でした。というわけでレベル上げ完了となるんですが、まだまだね、この完全制覇するエルデンリング、まだまだやることがあるということで、早速マルギットの元に向かうのではなく、まだまだ寄り道していきたいということで、嵐岡へ GO。はい、というわけで再び舞い戻ってきた嵐岡のボロ屋、マイホームタウンですが、本来であればね、この城に向かう道から先へ行ってね、攻略をしていくのが普通なんですが、まだまだやりたいことがあるということで、ちょっと道を外れてこちら側にね、足を伸ばしていきたいと思います。やってきました、湖のリエーニへ。このね、エルデンリングというゲーム、自由度がね、高いということで、城をね、攻略せずに裏道を通ってね、こうして次のエリアに行くことも可能なんですね。というわけで、ここからはリエーニエをむしゃぶり尽くして、武器なりアイテムなりね、装備集めのターンに入りたいと思います。それでは、リエーニエ探索編開幕。ちなみにこのリエーニエでは祝福に触りません。理由は後で説明します。ちょっと途中のサービスエリアでお買い物。この星見のズボン。これね、別に性能がいいわけではないんですが、これはね、とある理由からちょっと買います。あとはランタンも欲しいね。ラスカーの廃墟、到着。というわけで本日2回目の転送門。ここは一体どこへ繋がっているのかと。転送門の先にはそびえ立つ学園の姿がありますね。ですが、この門、こうしてね、鍵を持たぬ者は進むことができないというわけで封印がね、なされていますね。
魔力による封印ですが、この横に見てみると、待ち合わせの地図、待ち合わせの地図、死体の持っていた簡易な地図、待ち合わせの場所を示しているようだと。というわけで結構分かりにくいですが、この地図に示されている青い場所にね、この学院に入るための鍵がね落ちているということで取りに行きましょう。いざ待ち合わせの場所へ。この世界の中堅ハチ公は結構でかいハチ公ですね。さあ、ハチ公前待ち合わせ、そこに置いてあるのは学院の奇跡剣というわけで、これでね学院の中に入れるようになります。お前を処すのはまだまだ先になるね。大家領の廃墟到着。ここはねちょっと横っちょから行くとね、この隠し壁をね壊さずに来ることができます。まあ小ネタですね。おお、なかなか特徴的な兜をお持ちで。というわけでおなじみの巨人鍛冶屋イジーさんなんですが、いくつかね買いたいものがあります。というのもこの、模色の胆石。このねイジーさんは模色の胆石をねレベル3と4はね3個ずつしか売ってくれないんですが、あとはね無制限に売ってくれるんでね、とりあえずあるだけ買いたいと思います。 OK。 ほいでこの奥の上官にもね用があるんで、このまま向かいましょう。道中に罠あるんで、これはね注意しないといけないですね。到着。カーリアの上官と。相変わらず指虫キモいね。危ねえ。で、目的の場所はこの下ですね。こっから降りて。そしてこれぞ。伝説の武器。夜と炎の剣。ゲットだぜ。夜を司る星見の魔力と炎を司る巨人の炎が宿った宝剣ですね。エルデンリングの世界観を担当したマーティン氏の小説シリーズから着想を得た武器かと思われます。この武器は本来必須ステータスがね、筋力、技量、魔力、進行とね、めちゃくちゃ厳しいもので、1周目のね、データだと、あんまり火力をね、出すのが結構難しかったりするんですが、今回の攻略ではね、すでにアホほどね、レベル上げてあるんで、この気難しい武器でも 100% その性能を活かしきることができますと。そして特筆すべきはその戦技。夜と炎の構え。剣を水平に構え、通常で夜の彗星を放ちます。強攻撃だと炎でのなぎ払い。単体で2種類の属性を扱う珍しい武器であると。武器自体もきらびやかで美しい。個人的にはね、刀カテゴリーの武器がね、結構好きなんですが、まあこれはこれでね、直剣として完成されたデザインじゃないかと思います。今回の攻略では、これからね、いろんな武器を使っていきますが、序盤からね、いくつか面白い使い方もできるということで、まずはこの武器をメインにやっていきたいと思います。じゃあ早速、現段階でマックスまで、強化したいと思います。4までね、プラ4までいけると。いいんじゃないか。悪くね、悪くね。で、武器も強化できたというわけでね、早速、マルギットぶっ殺しに行くと、見せかけて、まだね、やることあるんで、まだまだリエに突入していきます。次は拠点をね、作りに行きます。今度は門前払いというわけにはいかないぜ。この鍵一度使用したら他人に譲渡することはできないんですよね。ここがあの女のハウスか。というわけで魔術学院入るんですが、魔術を学ぶ上でふさわしい格好に、清掃にね着替えたいと思います。おお、先輩方の熱い歓迎がマジで熱い。ヘドバン。まずは1個目。いでてて、ここをキャンプ地とする。というわけで学院内にね2つの、祝福を開放しました。リエーニエのオープンフィールド上ではなく、こういうねレガシーダンジョン内の、祝福だと NPC イベントはね進行しないんで、ここを拠点として攻略をしていきたいと思います。より詳しい解説をすると、この嵐岡のボロ屋にいるこの心折れた娘、この子が円卓に移動してしまうとイベントがね進行したという目印になるんですが、まだねここにいるんで、今回は問題なくイベントを進めないままここまで来れているわけですね。ちょっとこの先に欲しい装備があるんで、ちょっと隙を見て取りに行きましょう。ここ隠し扉になってるんですよね、実は。ここ段差あるんで、ここも降りちゃいます。というわけで今回使う装備、オリビニスの頭装備ゲットですね。この装備実は特殊効果がありまして、この右の表示分かりますかね。右に知力と、あとはヒットポイントの欄があるんですが、これをつけると知力がプラス3される。その代わりにヒットポイントのね上限値が下がってしまうという、そういうね効果があるんですね。これがね、知力プラス3してくれるんで、
それを計算して知力を96にしていたという感じですね。おい、なんだ、文句あんのか？誰が真実の口だよ。次はこちら東門の方に行きます。ちゅうわけでベイルム街道、位置関係はこんな感じですね。こっから小黄金樹方面へ舵を切っていきます。ここに霊気流あるんでおすすめです。年中あちあちの狂い火の灯台。さあ、宝箱に眠るのはシャブリリの叫び。これね、テキスト上はただね、敵から狙われやすくなるだけのやつかと思いきや、かなり強力なね、効果を持っているんですよね。お、いたね。今回のターゲット、黄金樹の化身、小黄金樹の根元に鎮座するフィールドボス。これからも幾度となく見かけるでしょう。木の化身ということもあって、火属性と打撃が明確な弱点になっています。一撃が重いですが、攻撃後の隙が大きいので、しっかりかわして反撃するというのを基本に立ち回りましょう。スタミナに余裕があるのならガードカウンターも有効です。砲弾連射は落ち着いて横に走っていれば避けられるものですが、近くに壺のね、残骸などが落ちていることが多く、それに引っかからないようにだけ注意したいですね。余談ですが、そのモーションは過去作に登場していたデーモンたちとほぼ同じという点から、歴代プレイヤーにとっては初しやすいボスではありますね。じゃあ今回はバフなしでこいつのね、素の力見てみましょう。おっ、532、微妙、強さわからん。やっぱこれは戦技見ないとわからんね。戦技の炎の方行ってみよう。1840、1840出たね。さあ、バフなしでこの火力、いや、これは期待できるぞ。これからね、どんどんいろいろアイテムを集めて、さらにね、強化していくんでね。そんでこっから手に入るのが魔力まといの割れ雫。割れ雫3つここで手に入りますね。この3つの割れ雫シリーズは一時的に攻撃力を高めますね。属性の火力を高めます。これは魔力で、もう一つが雷、さらに生属性の攻撃力を高める効果があります。全部 1.2 倍に上げます。3分間ね。お宝箱あるやんけ。Thought you'd just help yourself to a man's personal belongings, huh? You scheming little... パッチ・ザ・グッドラック。こっちは風天のパッチさんですね。さあ、風天のパッチ、その口から吹いているのは、3の噴霧だったね。はい、取った。さあ、もうちょっとね。よし、OK、半分。降参、脳幹で少し待つと、はい、というわけで大体半分で体力を切ると、こうして、分かってくれたのかと話が分かるってね。パッチは結構有用なね、アイテムを多く売ってくれるんですが、特に今回重要なのはこのマルゲイットの高速具ですね。かつての優秀マルゲイットを一時的に血に縛ると。こういうのもね、バリバリに使って徹底的にね、デミゴットを処していく、そういうね、攻略となっております。あとはこの石鹸の鍵もね、今回使えますし、あと全部買っちゃいましょうね。では、リムグレイブとリエーニーでね、やることは終わったんで、さらなる新天地に向かいましょうかね。さあ、この歯車に乗って下にと降りていきたいと思います。足場から降りた先、そこにはなんと拷問器具が襲ってくるぞというわけで、人さらいの乙女人形ですね。いやー、ぐちゃぐちゃと、こうして高速攻撃で死ぬと特殊な演出がね、見られるようになってるんですね。さあ、転送先は火山館。いや、どこやねんっていうね、話ですが、中盤頃に来れるステージではあるんですが、ここでね、武器のさらなるね、強化をできるアイテムが落ちてるんで、それをね、拾いに行きたいと思います。この辺りからスルッと落ちると。これも修正されてないってことは、フロムソフトウェア側も許容範囲ってことなんだろうね。ここを序盤に探索するのは。おーい、ちょっと待ってー。おーい。模書単レベル5ゲッチュ。ここの黒煙僧兵はとりあえずスルーで OK。ショートカットも開けておきましょう。この先でとあるボスを討伐するわけなんですが、そこでね、
かなり有効なアイテムをここで作りたいと思います。こちら、眠り壺ですね。今回、ちょこちょこ集めておいたアイテム、トリーナの睡蓮、そしてキノコ、この2つを足すことで作られる制作アイテムの1つですね。さあ、ここはルーチンですね。まずは冷薬グビッと1杯。手前から3つ目のベンチのところに立って、しゃぶるりの酒類。これで 1.2×1.25。で、シャンデリアに頭合わせの、ここで眠り壺1投入ったー。神肌の騎手、神肌縫いという重視剣、そしてスリップダメージのある黒煙を武器とするゴッドスキンさんですね。可愛い尻尾がチャームポイント。甲冑を身につけていないプニップニの肉質なので、斬撃と出血に弱く、その他状態異常も効きます。特にこれからお見せする睡眠もね、効いてかなりでかい隙を晒すので、準備さえ怠らなければ低レベルでも撃破が狙えます。攻撃にはわざとらしいディレイがこれでもかともらえていたり、通称肉弾戦車と呼ばれる特有の攻撃にも注意が必要です。入ったー。ここでさあ R13 回だね。1回2回そして3回、これで半分いく。さあ眠り壺1投。ここでちょっと離れてるので肉弾戦車来る。ここで寝るんじゃないか。お眠り。はい、勝ちましたと。さあラスト1波。ちょっと待って危ない。ちょっと念のためもう1投。また肉弾戦車。さあここで最後のお眠り決まったんで OK という感じですね。ちょっと眠り浅かったかな。 OKOKOK。 はい、ちょっとここ一旦止めます。どうも2024年12月に最終チェックしているシンラです。ここでの機種の立ち回りなんですが、ガバメントですね。ちゃんとやるなら眠らせた後ゆっくりバフをかけて、夜と炎の戦技を根元から直当て2回で体勢を崩して致命。2段階目に入るときにまた壺を投げて再び落ち着いて戦技。この流れが美しいですよね。1年前の俺まだまだだね。でさらに言うと、実はここでの神肌の騎手、別に倒さなくてもねスキップすることができるんですよね。いくつか方法がありまして、例えばこの足場をねジャンプして渡っていく方法ですね。これはね特にアイテムとか必要ないんですが、その代わりねテクニックがかなり必要になります。この壁の足場のところをね壁にグリグリ押し付けながらジャンプして攻撃。これをね2回繰り返すんですね。2回連続でやらないといけないんで結構難しいっちゃ難しいんですが、慣れればね、できるようになります。でこっからがね個人的にはさらに難しくて、この奥のね壁の上までね登らないといけないと。こうして壁の出っ張りに登っていきながら、壁の最大の部分で踏み込んでジャンプ。これがねめちゃくちゃ難しくて、最初にやった時はね1時間ぐらいかかったかな。一番上の足場に部分的に高い位置があるんで、そこで踏み込んでジャンプするのがコツですね。でもう一つの方法は準備さえすれば、かなりね簡単な方法で、破裂した結晶雫とダガーを使います。聖杯瓶を飲んでタイミングよくジャンプして爆発。これでね、音速の向こう側へと到達することができますと。こっちの方法は準備にねちょっと時間かかりますが、結構ねシンプルなんで簡単です。これはさっきちょっと事故った名残ですね。というわけでここで、石鹸の鍵2個必要ですね。文句なく即死。地上74メートル、摩天の地獄、鉄骨渡り。おせじゃねえんじゃよ。ついでに大消しの決意ゲット。といい、これホラーだろもはや。さらすとこいつを華麗にスルーしてモショタン7ゲット。これで、ミッションコンプリートですね。待たせたな。もうこれで終わってもいい。だからありったけを。 OK。 まだ最大強化ではないがなったな。というわけで現時点でできる最大強化である夜と炎の剣プラス9まで強化できましたね。こっからプラス10の最大強化まで行くにはいろいろとね
NPC イベントをすっ飛ばしてしまうことになるんでね、とりあえず今回はここでラストオーダーですね。ルーンが割と余ってるんで、ちょっと主要なアイテム類はね、ちょっと円卓で買っておこうと思います。こういうオンラインプレイ専用アイテムは今回はね、オフラインで、完全オフラインでね、進めていくんで、必要はないんですが、アイテムコンプリートのために買っておきます。そして次がメモリストーンですね。まあこれもまだ必要はないけど、とりあえず買っておく。あとは意思権の鍵はこの後使います。なかなか装備いい感じになったんじゃないかと思われますが、このね、タリスマンの枠なんかもね、空いてますからね、まだまだ強化できる。というわけで、再びリエーニエへ GO！ お、来たね。さあ、どのあたり？遺跡のあたり、このあたり。死の鳥。そのテリトリーに侵入すると夜限定で出現する特殊なフィールドボス。打撃属性と生属性に弱く、腐敗以外の状態異常が効かないというティビアの指船と同じ特徴を持っていますね。ただしこいつは死に生きるものであり、死者への特攻が効くという違いがあります。右手に持つ歯科希望による攻撃や死属性の方向、そしてくちばしを使った攻撃を行います。特にバックステップした後の高速攻撃は即死級の大ダメージなので要注意が必要ですね。いやー、むごいね。特にリエーニエにいるこの個体は近くにある遺跡に登れば遠距離攻撃で安全に倒すこともできます。卑怯とは言うばいな。まあこいつも瞬殺いけるでしょう。一発2230、いてえいてえよ。これは3発かかるかな。さあもう一発。さあラスト一撃というかあれだな、しゃぶりりの叫び使わせてたな。しゃぶりり使ってれば2撃だったかな。まあいいだろう。とりあえず歴代でいう赤類ですね。ヒットポイントが 20% 以下になると全火力を 20% 底上げします。ちなみに死の鳥とは夜にしか出会えませんが、倒すか逃げるかしない限りは朝だろうが昼だろうが次の夜だろうがずーっと戦い続けることができます。これは夜にしか会えない他のエネミーも同じ仕様ですね。よし到着。いや鍵バリバリ使うね。この洞窟には合計6人の魔術師がいるんですね。一人一人ちょっと迅速にね処していきますが、さあ2人目で奥に3人いてこっち気づいてますね。物陰からちょっとこの戦技で燃やしたいが、これこのオブジェクト貫通しませんね。こうなったら肉弾戦よ。そんでラスト奥の方に1人ねいたはずだが、この奥かな、処していく。で一番奥のところにはまたアイテムで石剣かな、石剣の剣、違う石剣の鍵。戻って反対側にはアイテム格好の奇跡で、この奥に一旦扉で区切られた部屋があって、この奥には魔術師とあともう一人モブがいますね。結構巨モブがねいるんだが、ここにはね隠し扉がねあるっちゃあるんだよね。隠し扉というか隠し壁か。この奥に宝箱あるんで、これを開けようとすると上から狙撃される。だが上に行く手段がねこの部屋にはないんで、まあ、隠し扉というか隠し壁がねあるというのがわかるんですが、ここですね。扉から来てすぐ左のとこだな。ここから後ろから狙えると。でこの隠し壁から来るとさっきのモブなんかもね後ろからやれるんで、隠し壁を知っていたらより有利に戦える洞窟ですね。で宝箱の中にはルーンのこと、さっき拾った結晶錠、知力の要求値がなんと48とね、まあ1周目ではほぼね使えない、杖なんですが、今回のビルドであればレベル368というね異常な数値で異常なね数の暴力で、使えるんでね、こういうのもバンバン使っていきます。結晶人、この学院の洞窟では2人同時に相手する複数戦となります。ここにいるのは槍を持つタイプと杖で魔術を使うタイプ。結晶人の特徴は打撃以外の攻撃を本来の耐性に加えて 90% カットするという特殊な防御性能を持っている点ですね。また打撃以外の片手通常攻撃を弾くので、そこには注意が必要です。打撃武器や強攻撃、両手持ち攻撃、ジャンプ攻撃は弾かれません。しかし一度体勢を崩すとそこから一気に脆くなるので、ジャンプ攻撃やため攻撃といった
強靭削りの優秀な攻撃でとにかく体勢崩しを狙えば OK。 武器選びが勝敗を分けると言っても過言ではないので、こいつとやるときは打撃武器でというのを心がけましょう。さあ地名取りやすいんでね、取らせていただいて、その後に確実にため攻撃を入れていく。体勢崩れたら武器持ち替えからの地名、これ大事ね。はい OK。 さあ手に入るのはさっきこいつが使っていた結晶の解放ですね。エルデンリングでは一重に魔術といってもいろんなね派閥がありますからね、これは特に結晶の魔術ですね。洞窟を抜けた先は魔術学院レアルカリアの敷地内になっています。立地的にはね、納得がいく感じなんですが、初見の時はね、ここからレアルカリアにね、裏口入学できるんじゃないかとね、いろいろ試してましたが、なんか繋がってないというか、侵入自体はできないっぽいですね。つうわけで、今回の目的物、はい、魔術の地ゲット。これね、マジで強化倍率えぐいからね。確か35倍、1.35 倍か。やばいよ。それでは最後のピースを集めに行きたいと思います。場所はこのケイリットですね。私がここの看板ですっていう言わんばかりにね、鎮座してますね。着きました。今から倒すのはあいつです。縮小オニール、祝福エオニアの沼奥地の付近にいるフィールドボス。こいつの特徴はヒットポイントの量次第で確定行動があるっていうことですね。まず戦闘開始時に弓を持つ流刑兵5体の召喚を行います。次にヒットポイント 85% 以下になると腐敗回転斬り、嵐を起こした後赤い腐敗をまとった回転斬りを3回、そして HP40% 以下になると大斧を持つ流刑兵3体を追加で召喚します。他に面白い行動としては味方を強化するということがあります。軍旗を振りかざして召喚兵にバフの波動をかけます。召喚された流刑兵から先に倒していくのがベターですね。ちなみにレイバトレントを使ってヒットアンドアウェイをすればかなり戦いやすくなるのと、あとは近くに召喚サインで、霊体をね呼ぶこともできるんですが、霊体を呼んでしまうとトレントはね使えないので、そこだけ注意が必要ですね。あとは誉れ戦術として毒斬りを使うことで気づかれないまま倒すこともできます。総じて正面から挑むと苦労しますが、様々なアプローチの仕方がある両ボスって感じですね。余談ですが個人的にデザインがめっちゃ好きなボスです。さあセオリー通りにいければ3発で終わるはずだが、さあまずはグビッと1杯、続いてしゃぶりりの叫び、そしてさっき入手した魔術の血、こいつも重ねてバイプッシュ。卑怯とは言うまいだ。衝撃のファーストブリッド、激烈のセカンドブリッド、抹殺のラストブリッド。オッケー。君たち危ないよ、危ないよ、主人は死んだよ。はい、というわけで最後のピース、縮小の軍旗ゲットだぜ。ついに準備は整った。初めてなんで優しくお願いします。激しい。よし、用済みだ。お、ラッキー。さてそれでは行きますかね。イミオニ・マルギット、通称初心者狩りサブ赤おじさん。立ち位置としては多くのプレイヤーが最初に直面する絶望となるでしょう。フロムの一面ボスは鬼畜として有名ですが、歴代でも屈指の強さですからね。裸マントという攻めたファッションをしているため、斬撃と各種状態異常が効きます。序盤はマルギットの樹状、そして生属性の担当がメインですね。杖には独特のディレイがあるので、しっかり見切って反撃につなげましょう。マルギットの攻撃はそれぞれが独立しているのではなく、プレイヤーとの距離や立ち位置によって攻撃を派生していくという特徴があります。それにより特に背後に回り込む動きは有効になります。距離を詰めるときは一見左腕側は素手なので安全に見えますが、光の担当による素早い反撃が多くなるので、実際はマルギットの右腕側が若干安全ですね。パリーについて、片手で杖を振る攻撃のみパリー可能で、2回パリーに成功すると致命が入ります。両手持ちでの攻撃や光の武器はパリーできません。 HP が 65% を切るとセリフとともに確定でジャンプハンマー攻撃を打ちます。その後は光の武器のバリエーションに長剣とハンマーが加わり、攻撃が一気に苛烈になります。
確定で反撃できる行動以外は回避に専念するのが無難ですね。特に危険なのは画面端に追い詰められると打ってくることの多いぐるぐる回転攻撃ですね。最終弾はかなり伸びるんで焦って連打せずに冷静に見て回避しましょう。あとはフィールドが狭めなんで落下のデーモンにも要注意。これに何回泣かされたことか。いろいろ戦い方はありますが、近接でいくなら物理カット率 100% の盾を持っていくとかなり楽になりますね。物語の根幹部分を担う一人でもあるので、マルギット先生の今後の活躍にもこうご期待ください。それじゃあ装備を確認しますか。メインウェポンは夜と炎の剣プラス9、さらに右手には縮小の軍旗。この戦技で30秒間火力を 1.2 倍、そして奇跡刀でステータスを上げ、赤羽の七死人で火力が 1.2 倍、霊薬には魔力まといの割れ雫、これで魔力攻撃力を 1.2 倍、特殊なバフとしてしゃぶりりの叫びを採用、火力を 1.25 倍します。そして極めつけは魔術の血、これで魔力攻撃力を 1.35 倍、マジでこれは爆上げですね。合算すると約3倍の火力上昇率になります。さらに補助アイテムとしてマルギットの高速雲を使っちゃいます。それじゃあ一丁サクッといきますかね。それじゃあまずは霊薬決めて、そしてしゃぶりりの叫び、軍旗を振りかざして杖に持ち替え、待ってたぜこの時をよ。お辞儀をするのだマルギット、魔法陣展開。さらにバイプッシュ、滅びのバーストストリーム。完全制覇するエルデンリング開幕。エルデ世界観解説。今回は作中で何度も登場する汗人という存在を解説します。ズバリ結論から言うと、汗人とは瞳から祝福の光を失ったものを指します。この狭間の地の住人には本来は黄金樹の祝福がもたらされ、瞳に黄金の光が宿ります。それを失い瞳の色が褪せてしまった人、それが汗人なんですね。この汗人たちは本作の舞台である四方を霧の海に囲まれた狭間の地から瞳から光を失ったという理由で追放された後、とある目的のために再び呼び戻された追放者でもあります。開発者曰く主人公はその追放された汗人の子孫にあたるとのこと。そして一度追放されたこの汗人がわざわざ呼び戻されるのにはとある理由があります。まずこの狭間の地はエルデンリングというこの世界そのものを成り立たせるアイテムによって成立しているんですが、そのエルデンリングがこの世界の神であるマリカに砕かれることから物語が始まります。世界が滑るアイテムが破壊され、まさに世界がやばいという状況の中、汗人の目的はその砕かれてしまったエルデンリングを修復して世界を救い、狭間の地の王となることです。また汗人とタッグを組む存在として指読みの巫女と呼ばれるサポーターが彼らの道を手助けするとされていますが、今となっては多くの汗人たちはその巫女を失い、再び祝福の導きを失っている状態です。本来は汗人のために用意されていた手厚いサポートが受けられなくなってぐったぐだになっている感じですね。ちなみに主人公が最初に目覚めた礼拝堂で倒れていた人も実は巫女なんですよね。もしかすると主人公を導くはずだった巫女なのかもしれません。他にもこのスタート地点には汗人が外から送られてくるのを出待ちしている怪しい連中がたくさんいますね。ではここからは一番身近な汗人である主人公について深掘りしていきましょう。主人公が一番最初から持っているアイテムが一つだけあります。それがこの祝福の記憶。このテキストからこの記憶なるものが汗人をここに呼んだこと、そして主人公は外界の地で死んでからここに呼ばれたことが垣間見れます。このように主人公は一度死んでからの転送ですが、他にも狭間の地へは自力で船で来ることもできるようで、
実際にそうしてきた NPC もいます。次に遊び人の素性についての補足もしておきましょう。各素性の初期装備のテキストから外界の様子を垣間見ることができ、ロールプレイがはかどります。その他レアな素性について、エルデンリングの先行ネットワークテストにのみ存在したもの、そしてエルデンリングの TRPG のみに存在するものもあります。先行テストの方の魔術騎士はカーリアの魔術騎士としての素性、もう一つは円卓を訪れた最初の遊び人である戦記バルグラムと同じ素性ですね。 TRPG の素性は調香師、石膏、東土、そして導き手の4つですが、この TRPG の素性の中でも導き手は特に遊び人ではなく指巫女の方のロールプレイができるという結構珍しい素性なんですよね。 TRPG においての遊び人は祝福の導きを見失うことなく狭間の地に影響を与えるために戦い続ける意志を持った存在であると明確に定義づけられています。 TRPG ではプレイヤー自身がメイキングセクションにて自分の遊び人の経歴を決めることができますし、何も思いつかない場合は記憶がぼんやりしているという設定を推奨しています。最後に主人公について公式の見解を紹介しておきます。歴代シリーズにおいては主人公のバックボーンの設定はほぼされておらず、プレイヤーのロールプレイに委ねるという公式のコンセプトがあります。これは今作においても例外ではなく、本作は例えば赤炉のような特定の主人公を想定していません。ユーザーさんそれぞれが自由にキャラクターを作成し、それをプレイするスタイルでダークソウルシリーズなどと同様であるとお考えくださいとなっています。つまり主人公はあなたの思う主人公そのものであるというのが公式のファイナルアンサーになります。このように遊び人はロールプレイ重視とされていますが、実はいろいろと気になる裏設定のようなものがありそうなんですよね。冒頭でなぜトレントが主人公を選んだのか、そして魔女レナに託された霊呼びの鈴とはぐれ狼の位牌の謎、何者でもないものではなく実際には裏の設定があるようですが、これについてはこれからの長い旅路で解き明かしていきましょう。ちなみに漫画黄金樹への道の主人公アスレオはいいケツしてるからという理由からトレントに選ばれたようですね。はい、という感じで今回はここまで。また次回お会いしましょう。ではまた。